これから Tinderbox で作成した GART プロジェクトに最適な出力が可能なファイルの説明をします。ファイルを開いたら TBXConfig を選択し、プロジェクトの初期設定をします。エクスポートフォルダは出力するフォルダを設定し、GART のプロジェクトのルートフォルダに一致させ、まず値をクリアしてフォルダアイコンをクリックします。GART のプロジェクトフォルダを選択します。エクスポートファイル名の翻訳機能を使用する場合は、トランスレートシェルのパスも設定してください。リネームインはトランスレートシェルのどのように翻訳するかの設定で、例では日本語から英語に翻訳するようになっています。ノートを作成し、タイトルをつけます。TIndexQMD プロトタイプを適用します。GART ブックプロジェクトでは、必ず一つだけ index.qmd が必要で、このプロトタイプは index.qmd 用のファイルを作成し、セクションラベルを設定する場合は、Has セクションラベルをオンにします。セクションラベルはノートタイトルの横に表示されます。エージェントが作動し、QMD ファイルが収集されました。このエージェントは、エクスポートすべきノートを抽出します。2つ目のノートを作成します。このノートは解のレベルにノートを持ちます。GART のセクション以下に相当する解のノートは、すべて P サブノートプロトタイプを適用します。ノートのタイトルがファイル名のデフォルトとなります。セクション名とファイル名は日本語のままだと問題があるため、英語に変換する必要。先ほど設定したトランスレートシェルを利用したスタンプで、タイトルから英訳して設定することができ、セクションラベルと HTML エクスポートファイルネームが設定され、isNamesLock2 がオンになり、手入力でセクションラベルや HTML エクスポートファイルネームを設定する場合は、isNamesLock2 をオンにし、イントロダクションの回のノートを作成します。ここで、どのようにエクスポートされるか見てみましょう。ここで、どのようにこれから Tinderbox で作成した GART プロジェクトに、次にノート、イントロダクションは、どのように出力されるか見てみましょう。アウトラインがレベル1のため、H1 となり、セクションラベルが設定されています。なお、ヘッダーレベルはアウトラインデプスベースに基づいて設定されます。もう一つノートを作成しましょう。右クリックして T ノートプロトタイプを適用させます。EDICT のアクションコードにより、自動的にセクションラベルと HTML エクスポートファイルネームが設定されます。isNamesLock2 をオンにしてください。GART でセクションラベルを有効にする場合は、Has セクションラベルをオンにしてください。解ノートのセクションラベルが設定されていなかったので、こちらも設定します。定期実行される EDICT で、セクションラベルリストを自動生成します。手動で実行してみます。セクションラベルリスト以下にラベルリストが生成されました。ノートタイトルがセクションラベルの引用形式、テキストがそのセクション以下の内容が表示されます。次に図のラベルを生成してみましょう。R チャンクの中にラベルを記入します。ラベルは FIG、GG プロット2と指定します。引用は Tinderbox の ZIP リンク機能を利用します。スクエアブラケット2つに続けて、アットマークを入力すると、ラベルの一覧が表示されます。セクションラベルしか表示されていません。図のラベルリストがまだ生成されていなかったので、スタンプを使って手動で図のラベルリストを生成します。図のラベルリストが生成されました。図のラベルを含む
R チャンク全体が表示されます。もう一度 ZIP リンクで呼び出してみましょう。サジェストの数が多い場合は@fig に続けてラベル名を入力し候補を絞ることもできます。続けてもう一つノートを作成します。ここでは手動で実行していますが、ラベル生成機能は定期的に実行されます。ラベル名の修正や削除した場合はリストは更新されません。スタンプで全てのラベルリストを消去し、再度生成してください。ラベルを再生成した状態です。テーブルと数式のラベルも生成してみます。このノートにはラベルのついたテーブルと数式がそれぞれ1つあります。スタンプでラベルリストの生成を実行します。テーブルラベルリストにラベルが追加されました。数式ラベルも生成されています。ZIP リンクで数式を引用してみます。テーブルも同様に引用してみます。GART プロジェクトに必要なファイルを最初にエクスポートします。language.yml ファイルは GART でローカライズを設定するためのファイルです。ビブリオグラフィーファイルは文献引用のためのデータが保存されているファイルです。GitHub に各国語の language.yml がアップロードされています。language.yml をエクスポートします。R チャンク用に読み込む common.r を出力します。これはテンプレートで読み込むように設定されています。ビブリオグラフィーファイルをエクスポートします。もちろん別のソフトから直接 cart.yml で指定したフォルダに出力しても OK です。なお、language.yml が不要の場合は QHasLanguage ファイルをオフに。ビブリオグラフィーが不要の場合は QBibliography ファイルを空欄にしてください。gart.yml ファイルもエクスポートします。先ほど説明した common.r はここで読み込まれます。QMD ファイルがどのように出力されるか確認してみましょう。P ノートの階にある P サブノートは上位の P ノートに統合されて出力されます。P ノートや P ノートを継承している P インデックス QMD、P リファレンス QMD、P アペンディックス QMD のみをエクスポートすれば OK です。4エクスポートエージェントは出力が必要なノートのみを収集します。4エクスポートの階にあるノートをすべて選択し、エクスポートすれば出力が必要な QMD ファイルがすべて揃います。QMD はプロジェクト直下のアウトプットオールフォルダに出力されます。gart.yml と同じ階層に QMD を配置する設定のため、一つ上の階層にファイルを移動します。QMD ファイルを移動するためのスタンプを実行します。アウトプットオールフォルダからファイルがなくなり、プロジェクトフォルダに移動しています。4エクスポートエージェント自体をエクスポートすると、全体のコンテンツを一つの QMD または MD ファイルで出力できます。プロジェクト直下に移動し、GART レンダーを実行します。Book PDF フォルダに PDF が出力されました。出力された PDF はこのような感じです。
図のクロスリファレンスも正しく表示されています。テーブルと数式のクロスリファレンスも引用できています。今度はブック形式の Web 版で出力します。Galt.yml を選択し、スタンプを実行します。テンプレートが変わり、出力が PDF から HTML 形式に変更されます。Galt.yml を上書きで出力します。ターミナルを開き、以下のコマンドを実行します。デフォルトのブラウザが起動し、Web 版のブックの出力が確認できます。途中の説明にありませんでしたが、文献の引用も機能しています。P リファレンス QMD のノートを作成すると、引用した文献の一覧が表示されます。ここでアペンディックスを追加してます。プロトタイプを P アペンディックス QMD に設定します。もう一つ追加します。Galt.yml を確認します。チャプターではなく、アペンダイシスのところに追加した P アペンディックス QMD ノートがあります。もう一度出力してみましょう。追加したノートをエクスポートしてませんでした。アペンダイシスの場合、見出しが数字ではなくアルファベットになっています。マニュスクリプトはサブプロジェクトとしてフォルダを作成し、Galt.yml、QMD ファイルを配置します。例ではマイプロジェクトがサブプロジェクト名かつフォルダ名になります。main.qmd はブック形式とは違い、フロントマッター出力専用になっています。プロトタイプは P フロントマッターマニュスクリプトとなります。Galt.yml のプロトタイプは PYML マニュスクリプトとなります。マイプロジェクトは P サブフォルダーマニュスクリプトとなります。P サブノートマニュスクリプトが実際の原稿部分となります。出力フォルダの構成を見てみましょう。main.qmd にフロントマッターと解のテキストファイルの内容が含まれて出力されます。実際の出力では main.qmd と galt.yml だけを出力すればよいです。QMD ファイルのファイル名はここで指定します。ここでは main.qmd となっています。ビブリオグラフィーファイルはメインのプロジェクトと同じものを指定しています。
フロントマッターの情報はユーザー属性を設定していきます。9号サーパスで著者情報のノートをパスで指定します。オーサーズノート以下の人物を読み込みます。著者情報、アブストラクト、キーワード、著作権情報などを入力していきます。先ほどの著者情報についてどのように出力されるか見てみましょう。まずメイン .qmd に山田さんの情報があり、山田さんの出力を見ると解にある所属情報も2つ読み込まれています。一度作れば使い回せるのでフロントマッターの入力がとても簡単にできます。山田一郎の情報と佐藤忠の情報がフロントマッターに反映されているのがわかります。複数のノートの読み込みは Tinderbox のテンプレートで実行しています。山田一郎の所属も同様に2つのノートから読み込まれています。山田氏は2つの機関に所属しています。山田氏のノートに会の所属ノートが読み込まれています。佐藤氏はテストノートが読み込まれています。フロントマッターでは著者情報のパスを指定する属性9号サーパスでオーサーズを指定しており、オーサーズ以下のノートがすべて読み込まれます。ガールト .yml はこのように出力されています。メイン .qmd を見てみましょう。メイン .qmd の回にあるノートがすべて読み込まれています。Python の仮想環境に入ります。ガールトコマンドを呼び出ししますが、サブプロジェクト名マイプロジェクトを引数にします。設定した通り著者情報が読み込まれています。以上が大まかな使用方法となります。文献の引用やマニュスクリプト、その他細かい点は説明しきれていません。GitHub にデモファイルがありますので、いろいろ触ってみていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。